翌日、検査の結果が出た。マラリアで衰弱した体は、結核にまで感染していたことが判明し、搭乗は直前で回避された。おっかはん、これは大いに、無駄死にせんとまだ生きよちゅうことか。それにどこかほっとしとう、おいも、まだ生きたかったやな。少佐は日頃から部下の信頼を得ている高志に嫉妬していた。なんだ、戻ってきたのか。どうせ貴様みたいな奴は生きていてもそう役に立たん。俺はお前に情けをかけてやったんだ。今度は自分で死に場所を見つけろ。発症まで至らず、搭乗を免れ、戻ってきた高志に、少佐はますます執拗に嫌がらせを繰り返すようになった。なんだ、その目は上官に立てつくのか。高志はこみ上げる怒りを必死に押し殺していた。指揮長、もう我慢できない。部下の一人が駆け寄ってきた。後を追うように他の部下たちもやってきた。なんだ、お前ら何か文句があるのか。申し訳ありません。部下の教育が足りないようで。高志は部下を背に即座に謝った。そうだな、お前の責任だ。こいつらは甘々と好き勝手させてるからそうなるんだ。何が兄貴だ。はあ、その年で安っぽい兄弟ごっこか。三文芝居もいい加減にしろ。高志の背後で部下の一人が腕を振り上げようとした。高志はとっさに振り返った。お前ら上官に立てついた罰だ。外回り10周だ。さあ、俺に続け。少佐は外周を3周するのを確認すると、その場を立ち去った。こら、ケイタ、世話を焼かせるな。高志は笑いながらそう言った。兄貴は悔しくないんですか。バカ野郎、兄貴が一番悔しいに決まってるだろ。別の隊員がケイタの頭を叩いた。いいかケイタ、無駄な喧嘩はするな。少佐は俺で憂さ晴らししたいだけさ。そんなつまらん奴と喧嘩するのは愚かな者がすることだ。分かってるさ、俺をかばってくれたんだろ。ありがとな。だけど、これだけは知っといてくれ。手を出した方が負けなんだよ。だから、少佐はとっくに負けてるのさ。隊員たちは皆、安堵の表情を浮かべた。1945年8月15日。終戦。新各世界の体制と帝国の現状とに鑑み、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び。ラジオから流れる昭和天皇の詔書によって、国民は初めて日本が敗戦国になったと知った。高志の無線にその一報が入ったのは、しばらくしてからのことであった。みんな、よく聞いてくれ。日本は降伏した。負けたんだ。その知らせに、しばらく呆然自失としていた部下たちは、一人、また一人とその場に崩れ落ちていった。兄貴、俺たちは一体何のために戦ってきたんだ。部下の一人が絞り出すようにつぶやいた。同期の家紋は昨日戦死した。あいつと俺の何が違うんだよ。
あいつだって必死に戦ってきたじゃないか。水島の同期は優秀な無線手だった。その記載を見込まれ、特攻機に無線手として送り込まれたのだ。俺は死んだあいつになんて言えばいいんだよ。水島は地面に激しく拳を打ちつけた。水島、可能の死は無駄じゃない。いや、絶対に無駄になどしてはいけないんだ。そのためにも、お前も俺も生きなきゃダメなんだ。この先何があっても生きていくんだよ。高志はうなだれる隊員たち一人一人をゆっくりと見渡して、さらに続けた。いいか、お前たち。日本は確かに負けた。それは事実だ。だが、今そのことは何も考えるな。結果はあくまでも結果なんだ。その事実にいつまでも縛られるな。今はただ一歩前に進むんだ。その一歩がお前たちの未来なんだ。数十年して振り返った時、その足跡がきっとお前たちを支えてくれる。だから今は辛くても絶対に生きるんだ。未来の礎になってくれた同期や仲間のためにも。誰が何と言おうと絶対に生きるんだ。いいな。部下たちはうなり声のごとく泣き崩れた。俺たちはこのまま生きていていいんですね、兄貴。当然だ。加藤が負けようが同じ人間なんだ。これからは堂々と臆することなく生きていけ。それが俺とお前たちの運命だ。1ヶ月後、港には大型駆逐艦が福音船として停泊していた。軍務を解かれた高志たちの部隊は、他の部隊の帰還を待って、一緒に船に乗り込んだ。本当に運のないやつだ。一日違いだ。隊員たちは甲板で、せせら笑いする少佐の声を耳にした。しかし、あれは少佐が命じたことでは。ああ、本部がざわついてたからな。何かあるんじゃないかと思って、あいつを偵察代わりに乗せたのさ。あいつなら上空でいち早く敵機の動きを察知できるだろ。では、そのためだけに。ああ、そうさ。あいつもびっくりしただろうな。自分だけだと思ったら、まさかもう一人無選手がいたんだからな。信じたあいつもバカなやつさ。兄貴、すまない。これだけは許してくれ。水島は凄まじい勢いで少佐の胸ぐらをつかみ上げると、そのまま何度も殴り続けた。直後、後方でタイミングを見計らっていた仲間が加勢して、少佐を大しけの海に放り込んだ。貴様ら、何するんだ。少佐の顔が荒波に浮き沈みしている。あ、言い忘れてました。この近海はサメがいるそうですよ。なんだと、早く引き上げろ。しかし誰も浮き輪を投げ入れようとしない。もう上官でもなくなった少佐をかばう者などいない。足の一本に本食われてもちょうどいいんじゃないんですか。そうだ、お前がしてきたことに比べれば大したことないだろう。おい、誰か海に落ちたぞ。その声に反応した高志が甲板に出てきた。何やってるんだ。
高志は慌てて浮き輪を放り投げた。兄貴、大丈夫ですよ。兄貴に言われたこと忘れてないですよ。俺、興奮しながらも後ろの船、ちゃんと見てましたか。じきに助けに行きますよ。クソのためにクソにならないですよ。ただ、あいつだけは許せない。これは死んだ加納の分です。それに、兄貴の分です。俺たちみんな、あの日の兄貴の顔、忘れちゃいないですよ。あの瞬間、みんなでそう誓ったんです。部下たちは文字通り、少佐をボコボコにやり込めた。ハッサ、これがお前の報いだ。後の船で助けてもらえ。チキショー、覚えてやがれ。俺たちは未来に生きるんだ。お前のことなどすぐに忘れるさ。